海道区です楽しい。5月の終わり頃に夫と行った年に一度開催の飲みの市。今まで私が行ったベストな飲みの市の中でもザ・ベスト。今回私はこの場所の名前は言いません。でも場所のヒントと答えは動画のあちこちに。じっくり動画の中を探してくださいね。きっと皆さんならすぐにわかるはず。もちろん車がなくても行ける場所ということで、ご覧いただきたいものが盛りだくさんなので前編後編に分けました。まずは到着からの前編を最後まで一緒に楽しんでくださいね。ボネケ本舗。ベルシー駅から朝一番の電車でブルゴーニュ地方へ向かいます。TER で約1時間で到着しました。どこ？駅を出たらすぐかと思ってたけど、どこですか？すぐにわかると思い込んでいました。どうやら駅前ではなさそうですね。到着です。初めて来ました。どこだろう。なんかみんなこっちに向かっているので行ってみます。日本人の方もちょっといらっしゃったので、その方が歩いてってるんでこっちだと思うのでついていきます。わあ綺麗。やっぱフランスは田舎に来ると本当に綺麗な国だなと思います。綺麗。この川はヨンヌ川。穏やかな流れの美しい川。Là, c'est la Bourgogne. ああ、オンネ・アン・ブルゴーニュだそうです。道行く人に尋ねたところ、飲みの市はここからすぐから始まってるようです。ボネケ本舗。夫は一つ目のスタンドで早速本に釘付け。飲みの市はこの並木沿いに続いているらしいですよ。でもこの時点でまだ私たちはこの飲みの市が一体どのぐらいの規模でどのくらいのスタンドがあるのか知らなかったんです。早速欲しかったお皿発見。こんなに状態の良いお皿がたったの3ユーロ。その隣にはこんなキャニスターたち。ちゃんと揃っていますよね。地面に並べられた箱たち。よくパリの飲みの市で見かける掘り出し物ゾーンと違ってちゃんと整理されていてとっても見やすい。このポップな色合いのスタンドには小さなスパイス用の陶器の引き出しと、ここであるお宝を発見。なんとリュネビルの宿り木のコンポチエが。このシリーズお皿だけでも珍しいのに、今回の飲みの市かなり期待できそうですね。このティーポットのブルーもかわいい。すっごいまだまだね続いてます。一直線。あ、ビアンドックスがあったけど黄色はいらないかな。チョキこれ昔マッチをねここで吸ってつけてたらしいです。このドアノブ、陶器のドアノブ、これおしゃれですよね。こういうドアノブのお家に住みたい。あ、でもそんなに高くない。これで8ユーロ。そんなに高くないんだね。いいかも。じゃあね、自分で変えれますね。これドアノブすごいずっと続いてる。あらら。以前に私の家にあったけど壊れてしまったのと同じドランザット。その隣に金縁の大きな鏡。姿見にぜひ欲しい。ほら素敵でしょ。もちろん持って帰れないし置くところもないけれど、相変わらず夫の興味は班が一択。今のところこれといったものが見つからないので夫はちょっぴり不機嫌。かわいいさ。これまたありました。
スパイス用の陶器の引き出し。さっきのより大きいし花柄が可愛い。壊れてるけどここが欠けてるし、この引き出しの色がすごく可愛いと思ったんだけど、これは諦めました。C'est quoi mouton de Panure? Les moutons de Panure, c'est une scène dans Rabelais, un livre de Rabelais. Ah, on mange du mouton, gâteau de mouton. 全然違いました。Ça, c'est 5. D'accord. Donc ça, c'est une scène dans Rabelais, un livre de Rabelais, comme c'est le tiers-livre. Donc tu as Panurge qui est sur un bateau. C'est cette scène où il jette quelque chose à l'eau. Il y a un mouton qui va à l'eau et tous les moutons suivent. Et ça donnait une expression, les moutons de Panurge. 疑問を持たずに模倣し、大多数の行動に本能的に従う集団心理や社会における批判的思考の欠如を非難する比喩的表現だそうですよ。お菓子とは全く関係ありませんでした。Combien? 5 euros? Oh, pourquoi pas? 素晴らしいアコーディオンの音色が、懐かしいレコードプレイヤーにマーシャルのアンプ。これは私の憧れでした。ここに私が持ってるオナンのジャグが、ここにはお人形たち。お洋服を着せたら可愛いでしょうね。夫は早くも一人でコーヒータイム。C'est combien? Café? Un café? 1 euro. 何？ Tu peux en prendre un, tu veux en prendre un? 私たちはまだかなりのんびりと見て歩いていますが、この時はまだこの飲みの位置がどのぐらい先まで続いているのか全く予想していなかったから、どうせ数百メートルで終わりだろうと思っていたんです。ところがこの先にまだまだお宝が埋もれているとは。これかわいい。ディネット、すごい本格的ディネットなんだけど、ここにはかわいい陶器のワンちゃんたちが。この箱の中にあったのはなんとなく高級感の漂うオーバルのお皿。こういうの、この箱に詰められていたお皿たちは全部5ユーロ。これはショアジールロア。これも5ユーロ？本当に？とすぐには信じられませんでした。状態が良さそうなものばかりの掘り出し物ゾーン。欲しいお皿が見つかればラッキーですよね。まずは上からさらりと眺めて、良いものが入っていそうな箱を探します。ジャンヌ・ダルクのバルボチンヌもありますよ。賭けもないジャンヌ・ダルクのバルボチンヌが5ユーロ？クリサイユまで。ジアンのオアゾー・パラディも。本当にいいの？と私はちょっと興奮気味。これも悪くないですよね。これはリュネビル。賭けもひびも汚れもありません。そしてこれを見つけました。片手にカメラがあるので急いで撮れないのがもどかしい。1枚だけ見つけた。ここでもしかして他のミモザがまだどこかにあるのかもと思って探し始めました。何度も言いますが、この時はまだこの先どのぐらいスタンドが続いているのか想像もしていませんでした。動画撮影をすっかり忘れ必死で探していて、画面がひっくり返っていましたね。他のミモザは見つかったのか、それは次回の購入品のご紹介で。ここで気に入った革ジャンが似合うかどうか見に来てくれと別々に歩いていた夫から電話。夫に追いつきました。革ジャンが大好きな夫。
Attends, j'essaye de le fermer. ジョリ10ユーロ。かわいい、ちっちゃくてちゃんとリボンだし、この赤と白のチェック模様のフォローもかわいい。お値段を聞いてみればよかった。これパリのアールデコ店で展示してあったのと同じお皿です。ここであるものを見つけました。ミシェル・コーガンのほらこれとこれで、この白ウサギとこれで迷っていて、でもウサギちゃん持ってるからウサギじゃなくてこっちにしようかな。ミシェル・コーガンですね。でこのお値段だからお得でしょ。このお値段、これも捨てがたいんだけど、でもな、ウサギちゃん持ってるもんな。なんか夫は呆れ顔をしてます。欲しいんだったらねと言ってあ、これは夫はますます呆れ顔。だって可愛いから仕方がないですよね。とここでハプニング発生。バカですね。夫はここで終わりだと思って引き返してます。そしたらずっとこの先続いているそうです。すごい。あの並木道がここで一旦公園になっています。でもたくさんの人たちが進んでいるので、私はまだ先があるんだろうなと思っていましたが、夫はここで終わりだと思って、こんな何もないつまらない飲みの市に連れてきたとプンプン怒っていましたが、いえいえ、ここからが本番。今一部分だけを見て終わりだと思ってたんですが、どうやらこの先に続いているらしく、まだこれから先行って見てみたいと思います。その公園を抜けると先が見えないぐらい続いているスタンドの列が、終わりが見えません。通りすがりの人に聞いてみると、ずっと続いているわよと。ここに来てようやく夫が気になるハンガーを売るスタンドを見つけたようです。全然良いのがないと不機嫌だった夫の元気が出てきたようで、私もほっと一息。Donc tu as celle-là, mais alors tu vois, le problème c'est que le papier... 夫がここで動かなくなっています。いつものように夫は散々どれを買うべきか悩んで、また悩んで、ついにようやくお買い上げです。散々もう全然グラビューがないじゃないかと言って、もう二度と来ないとか言ってたんですが、やっと見つけて買いました。ピクニック、椅子とテーブル、すべて揃った昔のピクニックセットがありました。Ah oui, on va aller se promener là, t'as vu? Il faut visiter. Tiens, on y va? そして通りを渡ったところからまだまだ続く終わりの見えないスタンドの列。すごい、まだまだいっぱいあった。じゃあ自分が出る。あ、すごい。ほらら。大人気のフェリックスポタンのジャムポットが並んでいます。状態もとても良さそう。やっぱり高いな、ダメだ。でも今思うと、この状態でこのお値段だったら買いだったかもしれませんね。すごいカラフルなシフォン瓶がずらり。かけてるんだ。ジョリブロック。Il y a des vrais trucs. デザート用のナイフとフォークのセット、こんなに揃ってる。それも綺麗な箱入りのまま。揃ってる。このバスケットはかなり小さめ。飾ったら可愛いだろうな。
まるでアメリカのホームドラマのセットみたいなちょっと懐かしい感じのスタンド。そしてこのスタンド、見てください。ずらりとお皿が勢ぞろい。どれもが木漏れ日の下、とても綺麗で思わずため息。ここにもいっぱい。いやー、かわいい。美しいセピア色のスーピエール。1ユーロ1ユーロだって。いやマリー・ルイーズのコンポチエにサルグミンヌの鳥の柄のバルボチンヌ。すごい、信じられない。いやソーシエールにリネット。この動画を撮らせていただいていたら、あなたの動画を見たよと声をかけていただきました。ありがとうございました。私が前に買ったのの真っ白のやつだったんですけど、それが前に買ったのが白だったんですが、それの多分グリーンだもん。どこにだろう、それはわからないけど、綺麗、グリーン。素晴らしい品揃えのスタンドでした。夫を見失ってしまったけど、私は一人で先へ進みます。これはもしかしてウラングラスじゃないですか。すごいかわいいダイヤ型リュシチュグル柄の放浪の洗面用具。ちょっと大人っぽいダイヤ柄。20ユーロ、5つで20ユーロ。結構お買い得なお値段ですよね。大きな木が続く並木道なので木陰がとっても涼しいし、木の影を映した木漏れ日がとっても綺麗。これはワンちゃんたちのためのお水のサービス。ヴィンテージのレースの生地。手編みのレースはとっても貴重。レースはお部屋のデコレーションにも使えますよね。ここで飲みの市ではなかなか出会えないサルグミンヌのジャコが。これはシュークリエ。ブルーだったな。ジャコ残念だね。楽しすぎる。不思議な形のこれ、朝食用のお皿なんだそう。これがミルクを入れるポで、これがコンフィチュールを入れるポで、ここにパンなどを乗せるだそうです。きれい。たくさんのチョーキーのカップたち。これはやっぱりコーヒー用のポット。金属の筒の部分がフィルターになっているんですね。ペアンのミルクジャーがあったけど、これはちょっとお高かった。地面に適当に置かれているお皿たちすら状態よし。きれい、きれい。かわいい天使たちの絵。ブルーの絵と茶色のフレームがとても素敵。これ最近私が欲しいと思っているビコ SG。 こんなにたくさん。アメリカの漫画家マーティン・ブラガーが描いたもの。状態もかなりいいですね。これ大人の真似をした女の子2人の会話がとっても楽しいんですよ。12枚揃っているけどタルト皿はなさそう。残念。これポアクレームをのせるもの。周りにある新聞紙に包まれているのはきっとこれとセットのポアクレームたち。片手にカメラやバッグを持っていたので開けてみるのは断念。きっと全部ちゃんと揃っていたんでしょうね。買えばよかったとちょっぴり後悔。そしてこのシャンデリア。最近私の撮影のお手伝いをしてくださっているピーコちゃんがシャンデリアのパーツを探していますが、なかなか見つからないと言っていたのがこの部分のこれ。
他のピーコちゃんを探してるサンデリアに1個しかない。あれ？夫がいません。もうどっかに行っちゃいました。すっごい楽しいです。でお値段がかなりお買い得です。ちょっと予算が少ないのが本当に悔しいぐらいお買い得です。楽しい。この飲みの市、一体どこまで続いているんでしょうね。まだまだ先は続いているので、この続きはまた次回へ。さて、私は夫と再会できるんでしょうか。ポネケ本舗。